皆さんこんにちは。今日も動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんに向けてアニメやゲーム、日本の文化についてできるだけ自然な日本語でお話ししています。もしまだ前の動画を見ていない人はぜひそちらも見てくださいね。これまでの動画では進撃の巨人についてたくさんお話ししました。私はアニメが大好きです。そしてアニメを見ることは日本語の勉強にもなると思っています。そこで今日のテーマはこちらです。日本のアニメを見て日本語を勉強するメリット3つです。今日はアニメで日本語を勉強するとどんなメリットがあるのということについてお話をします。そして最後に日本語の勉強におすすめのアニメも紹介します。ぜひ最後まで見てくださいね。まず1つ目のメリットは自然な日本語を聞くことができることです。日本語の教科書にはこれはペンです。私は学生ですのような文章が出てきますよね。もちろんこういう日本語も大切です。でも実際の日本人の会話ではもっと短い言葉を使ったり、教科書にはあまり出てこない表現を使ったりします。例えば、やばい、マジそれすごいじゃんなどです。アニメを見るとこういう自然な日常会話の日本語を何度も聞くことができます。最初は何を言っているのかわからないと思うかもしれません。でも何度も聞いていると少しずつ聞き取れるようになります。私は聞いたことがあるという経験がとても大切だと思っています。一度聞いたことがある言葉は実際の会話で聞いたときに、あ、この言葉アニメで聞いたことがあるとなります。これだけでもかなり違います。2つ目のメリットは楽しいから勉強を続けやすいことです。日本語の勉強は毎日続けることが大切ですよね。でも毎日単語を覚えたり文法を勉強したりするのはちょっと疲れることもありますよね。私も今日は英語を勉強したくないなと思うことがあります。でも今日は好きなアニメを1話だけ見てみようならどうでしょうか。少し楽しくなりませんか？例えば30分アニメを見るとします。普通なら30分アニメを見ただけですよね。でも日本語で見ればその30分で日本語を聞くことができます。もちろんアニメを見るだけで日本語がペラペラになるわけではありません。でも楽しいから続けられるということはとても大切だと思います。勉強は1日だけ頑張るより毎日少しずつ続ける方が大切です。だから私は好きなアニメを日本語の勉強に使うことをお勧めします。そして3つ目のメリットは日本の文化や生活を知ることができることです。アニメには日本の学校生活や食べ物、季節のイベント、家族、友達との関係など日本の文化がたくさん出てきます。例えば日本の学校では給食というものがあります。また部活をする学生もたくさんいます。夏には夏祭りや花火大会があります。アニメを見るとこういう日本の文化をストーリーを楽しみながら知ることができます。日本語だけではなく日本人はこういう時にこうするんだということもわかります。私は言葉だけではなくその国の文化を知ることも大切だと思います。日本語を勉強している皆さんにはぜひ日本の文化にも興味を持ってほしいです。ではここからは日本語の勉強にはどんなアニメがおすすめという話をしたいと思います。私は特に3つおすすめしたいです。まずおすすめしたいのはちびまる子ちゃんです。このアニメは日本の小学生の日常生活を描いた作品です。家族との会話や学校での会話がたくさん出てきます。
少し難しい言葉もありますが、日常生活で使う日本語を聞くことができます。そして日本の家族や学校生活についても知ることができます。日本語初心者の人にも比較的おすすめしやすいアニメだと思います。2つ目は白くまカフェです。このアニメは動物たちがカフェで話をするお話です。とても可愛いアニメですが、会話もたくさんあります。日常会話を聞きたい人にはおすすめです。そしてゆっくり話す場面もあるので、日本語を聞く練習にもいいと思います。私も可愛いアニメを見ながら日本語を勉強したいという人におすすめしたいです。ちなみにですが、私が好きなリヴァイ兵長の声を担当している声優さんも出ていますよ。どのキャラクターかぜひチェックしてください。3つ目は君に届けです。高校生の恋愛や絵を描いたアニメです。学校で使う日本語や友達同士の会話がたくさん出てきます。なので日常生活でよく使う表現を聞くことができます。恋愛アニメが好きな人には特におすすめです。ここまで日本語の勉強におすすめのアニメを3つ紹介しました。でも私が大好きな進撃の巨人はどうでしょうか。私は進撃の巨人も日本語の勉強にはなると思います。でも初心者には少し難しいと思います。戦闘シーンが多いですし、普段の生活ではあんまり使わない言葉もたくさん出てきます。例えば調査兵団、巨人、戦士などです。日本語を勉強する目的だけならちびまる子ちゃんや白くまカフェの方が簡単だと思います。でも自分が好きなアニメを見ることが一番大切です。もしあなたが進撃の巨人が大好きなら、難しくても日本語でぜひ見てみてください。わからない言葉があったら調べてみましょう。そしてこの言葉また出てきたという経験が増えると、少しずつ日本語がわかるようになると思います。それでは最後に今日の日本語のコーナーです。今日も5つ紹介します。1つ目は自然、無理をしていない普通の状態のことです。例えばアニメでは自然な日本語を聞くことができますのように使います。ただし自然は他の意味もありますので、皆さんぜひ調べてみてください。2つ目は表現です。自分の気持ちや考えを言葉などで表すことです。例えばアニメからいろいろな日本語の表現を覚えましたというように使います。3つ目は日常です。これは毎日の生活のことです。このアニメでは日本の日常生活を見ることができますのように使います。4つ目は文化。その国や地域で昔から大切にされている生活や考え方のことです。アニメを見ながら日本の文化を勉強できますのように使います。5つ目は続ける。途中でやめないでそのまま行うことです。例えば毎日日本語の勉強を続けています。日本語の勉強は毎日少しずつ続けることが大切です。皆さんも無理をしすぎないで自分のペースで頑張ってくださいね。今日は日本のアニメを見て日本語を勉強するメリット3つというテーマでお話をしました。アニメを見ることには自然な日本語を聞くことができる、楽しいから勉強を続けやすい、日本の文化や生活を知ることができるというメリットがあります。そして今回はちびまる子ちゃん、白くまカフェ、君に届けの3つを日本語の勉強におすすめしました。皆さんはどんなアニメを見ていますか？ぜひコメント欄で教えてください。コメントを書くことも日本語の勉強になります。短い文でも大丈夫です。そしてこの動画が
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。